皆さんこんばんは。ゼルダ考察の右脳と言います。ゾナウの柱は魔物も封印しておく貼り付け用の杭のようなものなのかもしれません。ブレスオブザワイルド、トワイライトプリンセス、風のタクトのネタバレを含みます。未プレイの方はお気をつけください。今回はブレワイ続編とゾナウについての考察小ネタをお話しします。こんなラインナップです。今回割ととっちらかっています。あらかじめご了承ください。まずこんな感じで進めていきますという例を一つ挙げます。続編 PV に知恵の加護。続編 PV の途中、大きな橋を渡るシーンで、僕は橋のアクセントにトワプリの影の結晶石が入っていると解釈していて、これを他の動画でも話していたんですが、改めて見てみると、フクロウが羽を広げているようにも見えますね。僕はムジュラの仮面をクリアしたことがないんですが、前作ゼルダ無双に出てくるフクロウの像にワープするというシステムの元ネタは、ムジュラの仮面だそうですね。それと関係あるのでしょうか。トワプリもムジュラも同じ世界線ですしね。トワプリと続編 PV といえば、トワプリ HD のメインビジュアルの背景に渦巻きが組み合わさったブレワイのシーカー遺物を思わせる意味深な模様がありますよね。あれが続編 PV のゾナウの渦巻きとも少し似ているんです。この部分はゾナウ遺跡群に複数立っているフクロウの石像とかなり似ています。関連は不明ですけど、最近はまた影の一族とゾナウの関連が気になり始めています。トワプリにはゲルド族が出てきませんでしたね。僕はハイラル以外の国でゆったり暮らしているんだとか気にせず軽く流してましたけど、もしかして影の一族ってなどと考え始めてもいます。また少しずつ調べていきますね。ここで話さなかったゾナウに関しての考察は過去にまとまったものがありますので、そちらの動画をご覧ください。動画説明欄に貼っておきます。こんな感じで進めていきます。このチャンネルではブレスオブザワイルド続編や薬剤の目視録の情報を求めていらっしゃる方がワクワクできる動画を投稿していってます。公式の裏付けはなるべくハイラル百科やハイラルヒストリア、マスターワークスなどの公式資料を用いています。気になった方は動画説明欄からチェックしてみてください。では行きましょう。まずは皆さんも気になっているであろうこの話題だけちゃちゃっとさせてください。ゼルダ 3D コレクション。Twitter で情報が流れているので見た方も多いかと思います。時のオカリナ、ムジュラの仮面、風のタクト、トワイライトプリンセスを収録したゼルダ 3D コレクションが出るかもと海外のリーク誌がおっしゃってるみたいですね。リーク誌なんていう言葉を初めて知りました。真実ももちろんわかりませんが、こういうワクワクする噂は耳に入れておきたいですね。Twitter のアカウントを持っていない方もそれなりにいるかと思いましたので、一応お話ししておきました。それでは考察小ネタいきましょう。時世のゾナウの塔。最近ゾナウの塔について考えていることをお話しします。マスターワークスにはゾナウの塔は用途不明でゾナウ族がまじないに使ったものなんだと考えられていると書かれています。ところで皆さん、ゾナウの塔以外でこの形に見覚えありませんか？ハイラル丘陵に血流れ湿地帯という一見物騒な名前の湿地帯がありますよね。その中に雷の大地が立っています。その辺りから南西のセレス平原の方までここら辺にしかない妙な形の木が立っています。これには僕らの住むリアル世界に元ネタと考えられる木があるんです。流血樹。僕はもちろん実際には見たことありません。東南アジアの方に数種類生えている木だそうです。この木を傷つけるとまるで血のような赤い樹液が流れてくるんだとか。ブレワイのハイラルには他にも有名なもので言うとオブババ装置があります。リアル世界にあるバオバブの木がモデルだと考えられる植物ですね。話を戻しますと、この流血樹、どんな漢字を書くと思いますか？実は竜の血の木と書いて流血樹なんですね。少し前にもお話ししましたが、雷の大地は始まりの大地と同じで、もともとは違う場所か空中にあったもので何かしらの理由であの場所に落としたのだと考えていまして、その理由の一つに魔物なのかガノンドルフなのかわかりませんが、物理封印するためだとも考えていました。それで今回流血樹について調べてみて、これは地下にいわゆるドラゴン系の魔物を封印しているのかもと思ったわけです。そしてその周りに群生している流血樹をモデルにしたと考えられる木もそんなエピソードを表現しているんだと考えました。要するに下に貼り付けにしている魔物の血を吸って木が大きくなったみたいなシナリオなのかなと
もしくはその木を使って貼り付けにしているみたいな妄想をしています。横の血流れ湿地帯というロケーション名は龍の血の流血と血が流れるの流血をかけているんだろうなという感じですね。それをもってプレイヤーへの隠しメッセージとしたんだと思っています。まあ妄想が過ぎるので最初の話に戻します。ゾナウの塔の形が流血樹に似ているので、魔物を貼り付けているその木をモデルとしてゾナウの塔を作ったという設定になっているのかなと思いました。つまりこの説で言うと、ゾナウの塔が確認できるヘブラ地方やピローネ樹海、双子山付近の地下にもそれぞれ別の魔物たちが封印されているということになってしまいますね。ぶっ飛んだ話ですみません。しかし竜たちが戦ったという古代の伝承もブレワイ作中で垣間見れるので、そんなにありえない説ではないかなというふうにも感じています。まじないという言葉は漢字にすると呪いとも読めますよね。僕としては呪いと聞くと、藁人形に釘を打ち付ける牛の国参りを連想します。まじないに使ったと予想されているゾナウの塔が釘や杭にも形が似ているのも、そういう理由があるのかもしれませんね。このゾナウの塔、マスターワークスの検討校では進行しているはずの水流の口からぶっとい釘を刺したようなデザインでしたね。これでちょっと思い出したんですけど、風宅のガノン城、ガノンドロフとの最終決戦のステージはゾナウの塔をそのまま太くしたような見た目になっていますね。側面に竜のたてがみのような装飾もついていて、至るところに渦巻きがあります。最後にはガノンドロフの頭に剣をぶっ刺していました。風のダクトとゾナウの塔が関係しているかはわかりませんけどね。僕はまだ自分で確認できていなくて、そろそろやってみたいと考えているんですが、視聴者の方にいただいたコメントによると、マップ上でゾナウの塔を線で結んだ結果、ガノンが使用していた武器、トライテントの形か、マスターバイクにも似たような絵が浮かび上がるそうです。関連はわかりません。ウオトリー村のあのマーク。ウオトリー村の特定の2つの家にしか掲げられていないシーカーシンボルの中にゾナウの渦巻きがあるようなあのマーク。あれについて最近では別の説も考えたりしています。退屈させない種類の妄想だと思うので、しばしお付き合いください。全体の輪郭がシーカーシンボルをかたどっているわけでもなくて、空白があるあの扇のような妙な形がずっと引っかかっていました。そしてシーカーシンボルの涙の部分も見当たらないんですよね。ウオトリー村の近く、ヤシの遺跡の石板集めのチャレンジを覚えていますでしょうか。夜行石を取るようとして書かれたと考えられる字が浮かび上がる3つの石板のかけらを集めてきて、元はこうだったんじゃないかという形に合わせると一つの円になるあのチャレンジですね。あの家の謎マークって元々の形は円だったんじゃないでしょうか。そう連想できるようにヤシの遺跡のチャレンジがヒントだったんじゃないかと。そして元はこうだったという残りの空白を書き足してみると、あの太陽のような雷の大地の八角形の黄色マークになるんじゃないかと想像してみました。そして太陽といえばこちらの話もしておきたいです。風宅大地の神殿の中で2人がかりで1つの大きな太陽に日光を当てる謎解きがありました。リンクは盾を構えているその時にはヤシの遺跡のようにひざまずいていましたよね。その下にはウオドリー村のあの渦巻きにそっくりな渦巻きが並んでいて、床が階段に変わっていきます。あと視聴者の方から果ての島が大地の島かもしれませんねといった内容のコメントもいただきました。果ての島のウオトリー村側には気づきにくいんですけど3つの浅瀬があるんですよね。風宅の大地の島はプロロ島のすぐ東隣で、確かに形というか小さい島の数と位置が果ての島と一致します。関連はもちろん不明ですが、現段階では僕はこの果ての島の下に4つ目のゾナウ遺跡があるんじゃないかと考えています。どうしても色々と勘ぐって拾ってつなげてしまうんですよね。妄想ばかりで本当にすみません。風のタクトとゾナウ族つながりそうでつながらない感じがなんともむずがゆいですね。あとこっちも少しずつ調べ始めたので一応話しておくと、ウオトリー村にある家すべてを上から見て線でつなぐと北斗七星にかなり近い形になります。まあこれに関してはたまたまとも言えるし、まだよく掘っていってません。進展があったらまた改めて報告しますね。とにかく前からしつこく言ってるように、ブレワイのハイラルの人たちはやたら宇宙に興味があるみたいですね。
先ほどの家のシーカーシンボルのこともいろいろ話してきましたけど、円の120度ずつくらいを3分割のまつげが3本ずつってことで、3つ合わせてみたところで雷の大地の黄色マークのように8本ではなくて9本になってしまうので、この説はまあ考えにくいかなとは思っています。まあそういう見方もあるなーくらいに楽しんでいただけたら嬉しいです。その他風タクの考察については、ちょっと前に風タクとブレワイのマップ比較考察という動画を出していまして、大地の神殿やプロロ島のことなど含めて14分近くいろんなことを話す濃い内容になっています。興味を持っていただけると嬉しいです。動画説明欄に貼っておきます。ラナコはコナラ。ちょっと前の英語版名称の考察動画にいただいたコメントで、ラナコは植物のコナラから来ている可能性が高いですといった内容のコメントをいただきました。言われてみれば、あの周りは植物の名前が由来の名称が多いですよね。僕はてっきりゼルダ無双のラナが由来だと思い込んでいました。ブレワイのハイラルの歴史や各地に矛盾点が多いのも、魔女であるラナも何かしら関連があると睨んでいただけにとても残念ですね。この感じだと薬剤の目視録のダウンロードコンテンツにもおそらくラナと関連ありそうな人物は出てくる可能性は低いですね。そちらも残念です。となるとやはり注目すべきはゾナウ族かシーカー族の技術力、もしくは両方の技術が関係しているのかもしれません。テラコのような時の扉を開いて過去にタイムスリップするなんてロボットを作って過去を変えてしまうんですからね。もう続編で何が起きても驚きません。続報が楽しみですね。今回は特にどっちらかった内容でした。聞きづらかったらすみません。ブツッと切りますが、今回は以上です。この動画を楽しめた方は2秒ほどいただいて高評価ボタンをポチッと押していただけるとまた動画作りを頑張れますので、ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。